本日は BL の認知を広げた3つの恋をテーマにお送りします。かつて BL は深夜の片隅で静かに愛されてきたジャンルでした。おっさんずラムの登場によりその扉は開かれました。男同士の恋を誰もが笑って泣いて応援できる、そんなドラマが地上波のど真ん中で放送され、BL は特別なものから普遍的な物語へと進化したのです。そして今、BL は誰かの秘密の趣味ではなく、人の心に寄り添う愛のドラマとして確かな地位を築いています。今回ご紹介する3組はカップルケミとしても最高の組み合わせです。少し説明すると、カップルケミストリーとはドラマでカップルを演じる役者同士の間に見られる良い雰囲気や相性の良さのことです。演技を超えて伝わる心の交わりがリアルでも妄想してしまいそうになるほどです。それでは BL 歴30年の私が厳選した3組のカップルをご紹介していきます。1組目は赤楚衛二さんと松田啓太さん演じる足立黒沢カップル。BL の歴史の中でこんなに多くの人が胸の奥が温かくなったといった作品はそう多くありません。それがチェリマホ。正式タイトルは30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしいです。原作は豊田優さんによる同名漫画で当時ツイッターで話題になった作品です。ファンタジーっぽいタイトルですが、実は描かれているのはとても現実的な孤独と希望の物語。主人公足立を演じたのは赤楚衛二さん。30歳にして恋愛経験がない地味で真面目な会社員。その彼が30歳の誕生日を境に魔法使いになり、触れた人の心が読めるようになる。そして偶然知ってしまうんです。会社の人気者、黒沢が自分のことをずっと好きだったということを。この時点で多くの視聴者はドキドキします。けれど私がこのドラマを推せるポイントは、恋に気づく瞬間よりも恋を受け入れる過程を丁寧に描いた点なんです。赤楚衛二さんの演技は派手ではありません。けれど彼の間の取り方が本当に繊細。黒沢の気持ちを知ってから足立の中に生まれる戸惑いと自己否定が呼吸の一つ一つに出ているんです。一方で松田啓太さんの黒沢は BL の攻め役というより人としての誠実さそのもの。好きな人を幸せにしたいという思いを押し付けるのではなく待つことで示していく。この待つ愛こそが多くのファンの心をつかみました。SNS でも当時はこんな言葉が溢れていました。黒沢みたいな人に出会いたい。恋ってこうやって始まるのかもしれない。BL としてのときめきはもちろんあります。でもこの作品が特別なのは誰かに思われることの尊さを描いていること。魔法という設定は他人の心を覗けるという少し残酷な力。でも足立がその力を通して気づいたのは、人は誰かを思うことで強くなれるという温かい真実なんです。そして物語後半。足立が勇気を出して黒沢に思いを伝えるシーンに、足立の30年間の自信のなさと葛藤が全て詰まっていました。チェリマホが BL 界に与えた影響は計り知れません。海外ではチェリーマジックとして配信され、まさに世界が恋をした日本の BL なんです。赤楚衛二さんと松田啓太さん、2人のケミストリーは BL を一段上の感情表現にまで押し上げました。見た目の美しさだけではなく、2人の人間としての温度が一致していた。2人が同じ空間にいるだけで、これは愛だと伝わるような呼吸。ファンの間では空気まで優しいドラマと呼ばれたことです。もしまだ見てない方がいらっしゃったら、ぜひ一度静かな夜に見てほしい作品です。誰かを思うことの温かさ、そして自分を受け入れるまでの小さな勇気。きっとあなたの中にも魔法のような愛しさが芽生えるはずです。続いて2組目は八木勇征さんと萩原利久さん演じる清居と平カップル。作品名は美しい彼です。原作は凪良優さんの同名小説。100万部を突破している人気シリーズ。主人公清居壮は高校のヒエラルキーの頂点に立つキング。圧倒的なカリスマと美しさを兼ね備えながら、その内側では無償の愛を求め不安を抱えています。そんな清居に惹かれるのが平和成。喫音があることで人との距離を置き、クラスでも浮いた存在。けれど清居に対してだけはまっすぐで少し危ういほどの愛情を注いでいきます。一見すると王子と下僕のような関係。でも美しい彼が特別なのは、その上下関係の裏に隠された繊細で複雑な心のやり取りを描いているところです。清居は完璧で強く見えて、実は誰よりも孤独。一方の平は不器用だけど、清居をまっすぐに思い続ける勇気を持っている。二人の間にあるのは憧れや支配ではなく、相手の痛みや弱さに触れながら少しずつ惹かれ合っていく愛の成長です。清居が放つ静かな圧。平のまっすぐな眼差し。セリフよりも間や呼吸で語られる感情の揺れ。視線が交わる一瞬。息が重なるような沈黙。その全てが物語を静かに動かしていきます。シーズン2では関係が少しずつ反転していきます。強く見えた清居が平の優しさに触れるうちに心をほどいていく。支配する愛から支え合う愛へ。二人の関係は静かにでも確かに変化していくのです。
もう一つこの作品を語る上で欠かせないのがユセリクのリアルな関係性。現場では互いを深く信頼し、自然体でさせ合う二人。八木さんは陸がいると安心すると語り、萩原さんも優勢が清居として隣にいると自然に平になれると話します。その心の信頼が画面の中で呼吸のシンクロとなって現れる。まるでどちらかが息を吸えばもう一方がそれに合わせて動くように。それは演技を超えた感情の化学反応、まさにカップルケミストリーの真髄です。だからこそ清居と平の関係性はフィクションを超えて生きていると感じられる。美しい彼が心を掴んで離さない理由、それはユセリクの信頼と絆、そのリアルな温度にあるのかもしれません。続いてご紹介するのは道枝駿佑さん、目黒蓮さん演じる青木井田カップルです。作品名は消えた初恋。アルコさんが作画を担当し、ひねくれわたるさんが原作を手掛けた少女漫画。主人公は青木蒼太。明るくておバカだけれど、井田を思う気持ちは純粋でまっすぐ。そして硬派で無口の井田康介。外見はクールですが、誠実で青木の純粋さに心を動かされていく人物。青木の不器用さ、井田の真面目さ、このギャップが織りなすむずがゆい初恋の瞬間は見ている側も思わず息を飲むほど。そしてこのキャラクターを演じるのに、道枝さんと目黒さんのキャスティングはまさにぴったり。キャラクターと俳優の個性が自然に重なり、互いに同じ事務所でアイドルとして多くのファンを持つ二人だからこそ、絶妙なカップルケミが生まれています。撮影中の何気ない視線や仕草も、青春のドキドキとして画面に映り、視聴者をぐっと物語に引き込んでくれます。放送当初はまさかの BL と戸惑う声もあれば、普通に見れる、可愛いと安心する声もあり、賛否が分かれました。でもドラマが進むにつれ、青木と井田の純粋な恋と友情が描かれる青春物語として人気が広がり、最終回後には冷え恋ロスなるファンも続出しました。特に BL 初心者に見てほしい作品です。いつの間にか青春の胸キュンと笑い、初恋の甘くて切ない輝きが蘇るはずです。本日ご紹介した3組はそれぞれ違う方法で BL の魅力を広げました。チェリマホは孤独や肯定感の物語を丁寧に描いた大人 BL。美しい彼は愛が成長していく様を五感で感じる BL。消えた初恋は青春ラブコメ BL。この3作品は BL が敷居の低いジャンルでありながら心に響く深さを持つことを示す象徴的な作品です。どの層にも届く物語として多くの視聴者に BL の魅力を体感させ、認知を一気に押し上げたと思っています。もしこの動画が面白かった、役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。そして皆さんのおすすめの BL 作品や推しカップルがあればぜひコメント欄で教えてください。これからも皆さんに素敵な BL の世界をお届けしていきます。